こんにちは、米田健一です。サンフランシスコに住んでいます。普段は UX デザインの仕事をしながら、コードや他の媒体を使ってスケッチをしたり、映像の作品なども作っています。大学時代には油絵を専攻していました。もう大きい絵画とか作ることはほとんどないんですけども、落書きのような絵は毎日描いています。デジタルで物を作るときも自分の手で筆やペンを動かすような感覚だったりとか、絵の具とか紙の質感だったり、光の捉え方、空間の捉え方みたいな絵画の体験を元ネタにすることが多いので、その頃やっていたことがかなり影響を与えているのかなとは思います。抽象的な絵とか動画は昔から作ってたと思うんですけど、最近やっていることに直接つながるのは、オープンフレームワークスっていうアーティスト向けの C++ のフレームワークがあって、その当時使っていたツールよりも処理が圧倒的に早かったので、勉強しようと思って、で、その時にコンピューターグラフィックス的な絵ではなくて、手書きの質感だったりとか、にじみとか、そういうものを取り入れようと思ったのが最初だと思います。技術的な新しさや操作というよりは、枯れた技術というか、基本的なジオメトリーとかピクセルの操作で毎日スケッチをしてた感じなんですけども、それで何か自分が見たことがないような表現、新しいものができたら良いなと思っています。これは、かなり前に作った水彩絵の具のシミュレーションです。顔料が水に溶けていて、水が乾いて、それを紙に定着してみたいなのを自分なりに考えて、物理的に正しいかというよりは、自分にとって面白い質感になっているかというのが大事だと思っています。こういう水彩みたいなものを描いてはぼかしたりとか、その上にまた描いたりとかっていうのを繰り返すとアニメーションになります。音楽に合わせて絵の具を画面に散りばめて、消したり洗い流したりっていうのを繰り返したりとか。物理的なプロセスをデジタルに置き換えるみたいなことはあんまり考えてなくて、実際に大抵のことはどっかの時点でデジタルに移行した方が今は便利で早いと思うんですけど、物理的な世界の良いところは隅々まで本当の意味でのディティールと偶然が満ちているところにあると思っていて、このビデオでは水彩的な流れる質感ではなくて、油彩のような厚みのあるような質感を作ってみました。キャンバスの上に盛り上げた絵の具の上に強い光が当たっているような、そういうイメージです。キャンバスの上の立体的な高さと色がそれぞれデータになっています。3D レンダリング用のコードも自分で書いたんですけど、この作品だと平面の上に数センチしか描画する必要がないので、それを制限として用いることで、逆に細かい表情を非常に早くリアルタイムに処理できるようにしました。これは最近作っていたスケッチを印刷したものです。単純なルールで何か意外なものが出来上がるっていうのが好きで、これは単に線を2本引いて、その間を分割してっていうのを繰り返すだけなんですけど、結構面白い形ができるので、いろいろ試していました。いつも自分が絵を描くためのツールを作っているという感覚で、この絵の具みたいなストロークは、ずっと前に書いたコードを改造しながら使い回しているものです。音楽に合わせて映像を作るときは、だいたい大きな流れは手で作って、そういうことは考えて、あとは音を入力データとして扱うことが多いです。周波数で分解して、このオブジェクトが低音に合わせて動かそうとか、そういう感じです。全部がぴったり音に合っているのも嫌なので、関係なく動くものを作ったりとか、できたらコードを走らせたら録画一発、画質調整ぐらいで編集なしという形で仕上げるのが好きです。ライブパフォーマンスは毎回やり方が違うんですけど、だいたい映像を作るときにすでにリアルタイムで動くものを作っていることが多いので、そこにコントロール用にインターフェースをつけて、
これはブロツワフでプントイライアフェスティバルの最後に出た時のものなんですけど、中を見ると音に反応して絵を描くオブジェクトみたいなのがたくさんあって、それに後処理溶かしたりとか光らしたりとか見てをかけたりみたいなエフェクトがいっぱいあって、それぞれをのオンオフやパラメーターを UI で操作できるようになっています。なんか一個一個細かく見ていくと、こんな感じで CLSL っていうんですけども、コードで書かれています。具象と抽象の違いというのもあまり気にしたことがないです。なんか混ざっててもいいし、解像度の違いみたいな感じで、一枚の絵を花の絵だと思って見てもいいし、近づいて絵の具とキャンバスの模様だと思って見てもいいし、あまり象徴的なものだったり、意味の強さが前面に出てくるものっていうのが苦手で、そういう意味では抽象的なものが好きだったり、具体的なものでもどこにでもあるような商品とか、当たり前なものに惹かれます。